日銀が政策金利を 0.5 から0.75 に上げたのですが、円安になりました。これはなんでかというと、本来利子を上げると、その分日本円を持ってた方が利率が上がるから得するよねとなるんですが、市場としては 0.25 ぐらいしか上げられないんだ。じゃあ日本はまだまだ円が下がるよね。円に価値がないよね。もっと利率を上げてくるんだったら、じゃあ日本は割とやる気なのかなってなるんですけど、日銀やる気ねえじゃんっていうのが明確になったので、じゃあこれはもうそれ以降1年に 0.5% くらいしか上げられないので、じゃあ来年の春ぐらいまでは利率を上げるのかって難しいよねと。いきなり為替介入ってのもないよね。じゃあ円安でいいよねっていうので、円安が進んでしまいましたと。そもそも物価高がよろしくないっていうので、物価高対策、円安対策のために利率上げたんですけど、結果としてこの程度しかできないよねって足元見られちゃったんですよね。でいくと来年に 1% とか 1.25% とかにしてどれぐらい耐えられるかっていう問題と、あと長期金利めちゃめちゃ高いんですよね今。長期金利が半年で 2.1 だから 0.6% ぐらい上がってるんですよ。アメリカみたいな 3.5% 政策金利の国が 4.1% に上がりましたとかっていうのであれば、まあまあそれぐらい上がるようなんですけど、もともと1.5 とかから2.1 に上がってるわけで、なので4分の1ぐらい増えてるんですよ。そこの上昇率たるやすごいよねって話なんですけど、この上昇の速度がめちゃくちゃ速くて、1週間でね、0.1% とか動いてるんですよね。10年金利っていうのは固定金利と連動するので、マンション借りてる人とかっていうのが、もともと 1.6 ですみたいな人が 0.5% 上がりましたっていうので、0.5% 直近利が上がると、国債の金利の負担額がどれぐらいかっていうと、大体年間5兆円ぐらいの国債の金利負担が増えるんですよ。頭のよろしくない人たちって、別に国債の金利なんて日本銀行がひたすら円をすればいいだけなんだから、誰も負担がないじゃないかと考えるんですよ。じゃあ5兆円分円をするということは、より5兆円分多くの日本円というのが世に出るので、結果として日本円を受け取りたくない人が増えるので、国債でいくと金利は上がるし、円安になるんですよ。要するにその日本円が欲しいっていう人が増えれば増えるほど円は高くなる。日本円いらねえよっていう人が増えれば増えるほど円が安くなると。この構造っていうのは経済詳しい人みんな分かってるんですよ。なので、今経済に詳しくてある程度投資ができる人って、大体オルカンとか SP500 とか海外投資してるんですよね。なので、日本で何らかの利益がありました。お金がありました。で、海外投資をするということは、円を売ってドルを買う。ヨーロッパに投資するんだったら、円を売ってユーロを買う。お金持ちはどんどん円を売る方向に行ってるんですよ。で、円安になれば、投資した人は、アメリカの銀行に入れるだけで利子が 3% 作ったのが別に、円安でさらに得するんですよ。なので、みんな円安の方に張ってて、お金の余裕がある人ほど円を売る。で、円を売ってるから、みんなが円を売るから、結果として円安になって、日本円換算だとこうするっていうのがあって、このね、円安がね、止めようがないんですよね。ツイッターで書いたんですけど、0.25% じゃなくてサプライズで 1% 上げるとかってやったら、ちょっとどうなるかわからないから様子見ようってなると思うんですけど、所詮 0.25% で次やったとしても 0.25% だよねとかで、為替介入っていうのもそこで何発もできないよねってなっちゃうと、結果としてはなかなか厳しいんじゃないかなっていう。円キャリートレード、アメリカと日本の金利の差があるから円安になるんだって言っている人たちというのがいたんですけど、これも一部は合ってると思うんですよ。で、円キャリートレードが原因だとすると、日本の政策金利が上がりました。アメリカの金利が下がりました。日米の金利差というのは小さくなりました。であるからして、円安は止まるはずなんですよ。要するにこの金利差がでかいから、円を売ってドルにした方が儲かるようになんですけど、日本円が上がってアメリカの金利が下がったから、この差は小さくなったわけだから、じゃあ日本円からドルにしてもそんなに得しないよねっていうので、円安が止まるはずなんですよ。ところがその円キャリートレードの方よりも、むしろ日本に投資してもしょうがなくて、SP500 とかアメリカに投資した方がいいよねとか、どうせ円安になるんだから円安入れた方がいいよねっていうところで、結果として円安の構造というのが変わらないんですよね。複雑な要因であることは確かなんですよ。いろいろな複合的な要因の全ての要因というのが、例えばエルニーニョ現象であるとか、アメリカで核融合の会社があるよねとか、いろいろな複雑な要因はできるんですけど、多くの大きなお金の動きというのは、ある程度この要因だよねというのでいくと、残念ながら円キャリートレードっていうのもあるんですけど、
日本がこの先伸びないよね。アメリカに投資した方が儲かるよね。さらにみんながそう思ってるから円安になるよねというところで動くお金が大部分であるという話なんですよね。日本の人口どんどん減ってるので、それは経済力下がるよねと。で、若い人もどんどん少なくて、社会保険負担というのがずっと増えていて、若い人たちが働いてもそこはどんどん高齢者の負担に使われてしまいますよというのがあって、どっか地方の公務員のボーナスを下げて、で、その代わりにその地域の高齢者のバス無料券配るみたいなことを言い出した、表示してあるんですよね。っていう感じで、そもそも日本国内の経済成立してないよねっていうので、でも積極財政だって言って、今回の補正予算120兆円 ?140 兆円だっけっていうので、実際に国債を30兆円ぐらいするんですよね。また30兆円っていうのは、どこから借りてくるわけでもなくて、日本国債をすります。で、それ引き受けを日銀がやりますってなると、やっぱ円の量が増えちゃうんですよ。で、これをずっと続けるんだろうね、日本はっていうのは、世界中のお金を使ってる人たちっていうのは思ってるので、なので来年の予算の時も責任のない積極財政を続けると思うんですよ。結局ある程度積極財政を続けるとしても、どこかでキャップを作るんだろうっていうのを高市政権になった時に期待した人多かったと思うんですけど、残念ながらキャップはなく、とりあえず予算を決めました。で、この部分国債すりますっていうので、GDP がどれぐらい増えるから国債をすれるのは何兆円だよね。じゃあこの中でやりましょうという話になってないんですよね。GDP の伸び率に合わせて国債が増える分には成立するよねって話なんですけど、で、逆に行くと GDP の伸び率がここなので、国債のすれる範囲は何兆円ですよ。なので、予算はこの何兆円以内の増加で何とかしなければいけませんっていうのになるのであれば、責任ある積極財政になるんですけど、残念ながら TP の伸び率がどれぐらいという予測で、そこで国債をいくらするって議論には一切ならなくて、これにお金使うよね、これにお金使うよねっていうのをひたすら積み上げたものというのが補正予算として成立させました。っていうのがあったりするので、なので残念ながら責任あるというよりは無責任な積極財政というのが続いてるって話だと思います。いやー、だからそういう意味でいくとね、吸ってまいりますっていう、そういう状態なので、それは円安続くでしょうっていうね、なかなか厳しいですよね。はい。なぜ円安になっているのかという根本的なところの話になるんですよ。海外の人がどんどん日本のものを買ってったら、例えばインバウンドとかで、日本に来たら安いよね、飯もうまいし宿泊費も安いし全然いいよねって言って海外の人がバンバン来るっていうのは、アメリカ人だったらドルを払って円を買い、その円でアパホテルに泊まったり寿司屋で飯食ったり円で払うんですよ。なのでインバウンドというのは基本的には外国人が外貨を売って円を買う行為なんですよね。外国人がバンバン来ますっていうので物買われるということは、本来はその結果円がだんだん高くなるはずなんですよ。ところがどっこい円が高くなっていません。むしろ安いです。これなんでやねんって話で、円キャリートレードってやつで、アメリカの政策金利が今 4. 点何パーかな。日本円が今その政策金利でいくと 0.5% と。日本円で 0.5% で、為替が一切動かないとしてください。1ドル155円で、今年1年間為替が全く動きません。で、日本円で1億円借りました。1億円借りるとコストとしては日本円の利息を50万円払わなきゃいけません。そこの1億円をまんまアメリカの銀行に突っ込みます。でそうすると 4% 利子がつくから利息だけで400万円入るんですよ。なので日本で1億円借りてアメリカの銀行に突っ込むと400万円。でも利子として50万円日本に払わなきゃいけないから利子を払いますよってなると、1億借りてアメリカに突っ込むだけで年間350万円得するんですよ。銀行が潰れるとか為替が変な動きをするとかじゃない限りは基本的にこれ絶対儲かるんですよ。日本円で安い金利で借りて高い金利をもらえるわけだから、これお得じゃんって話で。っていうのを世界中の人たちがやってるのが円キャリートレード。円の利息がめちゃめちゃ安いから円でバンバン借りて自分の国の高い利子をもらうっていうのをやって、これ何もしないで儲かるじゃんみたいな。ロシアの 20% もらえるとかね。なんでもうガチ錬金ですね。これがだから為替っていうのがあるからみんな理解しづらいと思うんですけど、ソニー銀行でお金を 1% で借りて
三井住友銀行に預けたら、なぜか三井住友銀行が 4% の利子くれるって言ったら、もうみんなソニー銀行でさ、1% で金借りて三井住友銀行に入れるじゃん。三井住友銀行が潰れるとか、ソニー銀行が潰れるとかなったら、それはさすがにまずいんだけど、銀行潰れるレベルじゃないよねってなったら、安いところで借りて、それを高いところに預けて、そこの差額を取ったら美味しいよねっていうのを、世界中の人たちの大金持ちがやってるんですよ。たった 3.5% の差なんじゃんなんだけど、これが1億円だったら350万なんだけど、100億円用意すると3億5千万円なんですよ。すげえ金が持ってる人が、あ、俺んち100億あるわっていう人が日本円借りてアメリカにドーンって突っ込むと、何もしなくても3億5千万円毎年入ってくるわけですよ。超楽じゃねみたいな。働くとかマジやる必要なくねみたいな。っていう時代になっちゃってるんですよね。金持ちは何もしなくても金が増えるっていう。庶民だと FX でレバレッジをかけるっていう形であるんですけど、これでずっと円キャリートレードというのを、円をバンバンみんなが日本円で円を借りて、で、ドルを買って、ドルで預金するということになるんですよ。だから日本円で 0.5% で1億円借りました。ドルを買って、アメリカのバンクオブアメリカとかに1億円分ドーンって預金しましたってなると、ドルを買わなきゃいけないんですよ。そうすると、円売りドル買いになるので、円が安くなるんですよね。円が安くなった分だけ、より得をするんですよ。最終的にそのドルを全部売って、円として返すとするじゃないですか。1億円借りてるから。そこでまず僕がドルを買って円安になりました。155円で僕がドルを買って、でそこで円安になって、156円50銭になったとしたら、これ 1% 円安になってるおかげで、利息の 4% と、さらに円安の為替差益 1% ももらえるんですよ。みんながみんな円を借りて、ドルを買って、で、銀行に預けるってやって、利息だけでも、まず 3.5% もらえますと。で、さらに、円安になったおかげで 1% 円安が進めば、それで 1% 分も増えると。155円から158円になった場合、2% 為替の変化なんですけど、ってなると、利息としては 2% 分もつくんですよ。利息というか、利回りとして。なので、その銀行の差額の 3.5% プラス、為替の 2% がつくから、1億借りて置いとくだけで、500万円とか入っちゃうんですよ。お得じゃねみたいなのを、これをなんとかしなきゃいけないよねっていうのがあって、日銀というのは 0.5% という金利を 0.25% 上げて 0.75% しようとしているという。今年の1月に 0.25% 上げて、12月にさらに 0.25% 上げるっていうので、1年の間に 0.5% 金利が上がるっていうのは、なんか30年ぶりらしいんですよ。バブルを止めようとした時。1万円のお札を見せてタクシーを止めようとしていたあの景気を何とかしなきゃいけないという時にドーンって上がったんですけど、その後はずっとこうゼロ金利っていうのを皆さん覚えてると思うんですけど、金利というのはほとんど上がんないよねっていう状態だったんですけど、今年1年で 0.5% 上げる予定なんですよ。ここからはその匂わせなので実態はどうかわからないんですけど、日銀としては金利を来年の終わりぐらいまでに 1% とか 1.25% ぐらいまで持っていこうとしてるらしいんですよね。金利を上げないと物価上がってしまうよねっていうのがあるので、物価を止めるためにはやっぱり金利を上げて円安を止めなければいけないと。アメリカとかが 4% にしてるわけだから、例えば 0.5 が 0.75 になってもまだ全然円借りた方が安いじゃんってなっちゃうので、やっぱり 1% ぐらいにしないとねと。で、アメリカも一応こう利下げをしようとしてるので、なのでアメリカがこう 3% 台になって、日本が 1.25% ぐらいになると、あとは為替のリスクもあるから、さすがに円キャリートレード減るんじゃねえのっていうので、来年あたりに 1% とか 1.25% を目指してるとすると、多分ここ1年で 0.5% で来年 0.5% で2年で利息が 1% 上がるという状態になるであろうというふうに言われていると。物価は 2,3% 上がってるんでそれどころではないんですけど、ってなると企業が設備投資するんですかとか、マンション皆さん買うんですかっていうところが結構厳しくなるよねっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。